title is the new concept, Universal Appointment. Here we go. Hello, this is Yasuyo. I'm Life Soul Designer. Today's topic is 宇宙との待ち合わせです。ちゅこちゃんよろしくお願いします。はい、お願いします。はい。宇宙との待ち合わせって何って思うかもしれないんだけど、これ私この感覚ってサーフィンしてる時にやっぱりいつも思うっていうか、波と待ち合わせていたみたいな感じなんですよ。はいはい。今日この波に出会うために私はここにいたみたいな、っていうもう待ち合わせてたとしか言えないぐらいすごくいい波に乗った時に、この波のために私はここにいたんだなみたいなのっていうのがやっぱりよく波乗りしてる時は感じることで、それを陸地海じゃなくて陸地の自分の人生においてもそういう感覚を味わいたいなってやっぱいつも思ってたんですね。なんか出会うべくして出会う人とか住むべくして住む場所とかさ、そういうふうにそれをユニバーサルアポイントメントっていうふうに、言葉にしてみるとちゃんと約束されてた出会いや場所や出来事みたいな、そういうことって宇宙とかスピリチュアルとかをもしいろいろ読んでる方なら知ってると思うんだけど、今ここに全てがあるってよく言いません？過去も未来も現在も、全部が同時に起こっているって言い方ってあるじゃない？それとちょっと似てる、ユニバーサルアポイントメントは。でも全てが同時に起こってるよって言われても、この次元に住んでる私たちにとっては当然ピンとこないんですよ。未来はすでにもうここで起こってるんだよみたいなことってわからないんだけど、ユニバーサルアポイントメントはまさにそれを証明する印みたいなもので、もうこれって決まってたんだなみたいな、そんな感覚なんです。例えばね、そうだな、純子ちゃんとの出会いも多分もうユニバーサルアポイントメントなんだよね。そう、あそこで出会うように定まっていたっていうか、っていうふうに捉えることができるようになってくると、あまり自分が焦って何かを探し回るとか、急いで決めなくちゃとかさ、なんかどうにかこの状況を早く解決しないとみたいな、それをやるとユニバーサルアポイントメントの待ち合わせ場所から自分がずれていくので、そこにそれがやってくるタイミングでそこに自分がいないっていう不在っていうことが、生じるってことなんですけど、この感覚ってなんとなくわかります？感覚、焦ったら会う人と会えない。そうそう、会う人となんか一番本当はそのタイミングでその待ち合わせ場所にそれらが来るのにもかかわらず自分はそこにいないっていう状況、それを別の言葉で言うと今ここから離れてしまっている状態とも言えるんだけど、だから今ここが全てっていう言い方もこのユニバーサルアポイントの待ち合わせ場所に自分がいる状態なのかどうかみたいなことになるんだよね。そのためには今、焦らずに今ここに存在することが大切。例えば自分がなんか興味があってじゃあ例えば探したり検索とかしてるときに、
その出来事がユニバーサルアポイントメントのなんていうのかな、エッセンスの要素だとするならば、その出来事ってこうすごくシンプルにスムーズに速やかに決まったりするんですよね。だからその直感的なエネルギーが自分の中に発動するというか、そのなんかよくわかんないけどこれがきっとそれのような気がするなとかさ、なんかそういうのないですか？こう検討するとかいうエネルギーとはちょっと別のエネルギーで、直感的にそう、人間はその疑うエネルギーっていうのも強いので、頭が良ければ良いほどこれじゃないかもしれないとか、そのもっと探さないととか、比べないとダメだとかさ、いわゆるこう一度持ち帰って検討しますみたいなエネルギーが人間がやりがちなことで、でも本当はその直感的にはいやきっとこれなんだよねって自分の中でどっかで分かってる要素があって、そっちの方がそのユニバーサルアポイントメントとつながってる感じです。でもやっぱ人っていや もしかしてそうじゃないかもしれないからもっと調べなくちゃとか、そのこれ何も他のことを見ないでこれって決めちゃうのはなんか危ないからもっといろいろ調べなくちゃとかさ、やっていくとどんどんまたそのユニバーサルアポイントメントからずれていくので、その待ち合わせそれだったのにもかかわらずまた違う方向に行っちゃったりするってこと。なるほどなるほど。そうだから知能がなんか知識がそれを邪魔する場合っていうのがよくあるかな。そう感覚的にはそう分かってるんだけど、感覚は、感じてる、きっとこれなんだろうなとかさ、よく分かんないけどみたいなそんな感じなんですよ。でもなんかそんな感じがする、なんかフィールが感じるみたいな。だけどそのシンキングになってくるとそのユニバーサルアポイントメントじゃない考え方にどんどんなっていくので、そうするとその待ち合わせ場所にやっぱ自分がいなくなっちゃうことが多いかなってことです。なのでその感覚をやっぱ信頼していく練習がユニバーサルアポイントメントの練習かな。その練習っていうのは今ここっていうことなんか今ここから離れるっていうのはこう心配こうなったらどうしようとかっていうのは、未来の心配とか、で過去を思い煩うとかではなくて、今ここにいる練習、自分のその意識の練習とも言えるんだけど、意識状態がそのどこに行っちゃってるのかになんですよね。例えばそのあの時こうだったからまたここでこうなっちゃったら嫌だなと思ってるってことは、そのあの時の意識に行っちゃってるんだよね。で、未来に行っちゃってる時はなんか今ここでこれを選んだらもし失敗したらこんなことになっちゃったらどうしようみたいなっていうその未来に行っちゃってるってことなんだけど、今ここはそう何も心配じゃないんですよ本当は今ここって。そうですね。その、心配とか思い煩うではなくて信頼している状態っていう感じなのかな。だから信頼してる状態で今ここを味わったり感じたりしてるエネルギー、意識のエネルギーがきちんと保たれていればいるほど、そのユニバーサルアポイントメント的なものが向こうからピンポンってやってくるって感じです。そこにこう合致するって言えばいいのかな。自分の意識のエネルギーと
向こうからお届けしてくるそのエネルギーが、周波数が合うっていう言い方でもいいのかな。バイブレーションが合うから、そのユニバーサルアポイント的な待ち合わせ、きちんとここで待ち合わせできる存在たちと会えるっていう感じ。でも意識がほら、そのバイブレーションから違う意識に来ちゃってるとさ、会えないじゃん。会わないから。そうですね。来てても、忙しくて受け取れないですね。そうなんですよ。だそれの練習、みんなそれの練習っていうか、そこのことを伝えたくて、多分そのスピリチュアルの世界はいろんな言い方をするんだけど、もう本当に今ここが全てですとかさ、全てもうあるんですよって、自分の中に全部あるんですよみたいなことを言ってみたり、そのいろいろ言葉にでもこのことをね言おうとするとやっぱり難しいんだよね。この次元でその話をしようとすると、だって説明ができないんですよ。言葉がないって言えばいいのかな。本当は私も今一生懸命それを説明してんだけど、それは言語にするとこういう話なんですけどっていうだけで、もっと本当はね言語にできない世界だから、それはそこにあるっていう、なんかそれだけなんだけど、でもこのなんとなくこの感覚分かってもらえると嬉しいなと思って一生懸命あれこれいろんな言い方をしてます。はい。はい。みんなでもなんかないかなあ、きっとそれはこういう感覚ですかねみたいなのがそれぞれあるかもしれません。なのでだけど必ずその自分にとってベストなそのユニバーサルアポイントメントがあるんだよってことを分かったら、じゃあやっぱりここでどういう意識で居続けることがその待ち合わせの出来事と出会えるのかなっていうふうに考えてもらえるといいのかな。だからいつもこう自分のありのままで心地よくいいエネルギーで過ごすっていうのはそれと出会うためなことなんですよね。なのでその自分の状態を内側の状態を最高にしておくっていうことがこのユニバーサルアポイントメントと、ぴったりのタイミングで巡り合える状態なんだよってことを今日お話ししてみました。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。Okay, so we provide intuitive consulting content here. If you like it, please click like and subscribe buttons. Also, write down some comments, please. Thank you.